ようございます。ミントです。リナです。8月4日火曜日、海外テックニュースです。今朝は5本です。トップは、アリババが発表した新しい大規模モデルです。人の手を借りず、16日間動き続けてソフトウェア開発を進めたと説明しています。今朝の5本に通じるのは、その話がどこから出てきたかという点です。会社自身の発表もあれば、外から見つかったものもあります。順にお伝えします。アリババの公式ブログによると、同社は新しいモデル、クエン 3.8MAX を発表しました。パラメータ数はおよそ 2.4 兆。実際に働くのはそのうち950億ほどです。発表の目玉は GitHub 上でソフトウェアを開発するテストです。何もない状態から始め、モデルは16日間以上、人の手を借りずに動き続けたとしています。7月30日の時点で、コミットは265件、変更提案は127件に達したと公式は説明しています。それって本当に人の手が入っていないんでしょうか？そこは本日 GitHub 上のリポジトリを直接確認しました。実在していて今も更新が続いています。本日時点でコミットはすでに公式発表の数を上回っていて、少なくとも動き続けていること自体は確かめられます。ただし途中で人が手を加えていないかまでは外からは分かりません。同じ発表では別の実験も紹介されています。人が526チーム参加する実在のコンテストに24時間の制限だけでモデル単独で挑み、458チームを上回る成績、全体のおよそ 87% に相当する結果だったとしています。まだ分かっていないのは、これらの数字がアリババ以外の第三者によって確かめられているかどうかです。モデル自体は API 経由ですでに試せますが、重みの公開は来週の予定で、今回の実験を同じ条件で外部の人が再現することはできません。続いて、セキュリティの話です。セキュリティ企業 JFrog の調査チームによると、ある GitHub アカウントが投稿したデータベースソフト SQLite の脆弱性報告55件を調べたところ、54件が事実と異なる内容だったと分かりました。存在しない関数を指したり、実際にはない行番号を挙げたりしていて、JFrog は AI 検出ツールを使い、これらの報告に AI が生成した疑いがあるとも指摘しています。そのうちの一つは、レッドハットが一時、最も高い10点満点というスコアをつけていました。そんな高いスコアがどうやって間違いだと分かったんですか？ JFrog は実際の SQLite のソースコードを取り寄せ、指定されたバージョンを自分の手でビルドし、報告書にあった攻撃コードをそのまま動かして確かめました。結果、コードは一度もクラッシュせず、指された関数自体がそのバージョンにまだ存在しないことも判明しました。その後、該当のスコアは10点から 7.6 点まで引き下げられています。JFrog によると、脆弱性の登録は本人確認なしで誰でも提出でき、審査を担ってきたアメリカの機関が2024年から詳しい分析を事実上止めていることも背景にあると説明しています。投稿した人物が誤って書いたのか、意図的だったのかは、この記事の時点では分かっていません。次は、働き方についての調査です。オープン AI 自身の調査によると、アメリカの企業利用者によるチャット GPT のやり取り、80万件以上を分析したところ、職種を明示したやり取りのうち 43.5% が、本来は別の職種の仕事だったと分かりました。中でもカスタマーサポート担当は 77%、デザイナーは 75%、人事担当は 69% と、いずれも7割前後が別の職種の仕事だったとしています。他人の仕事をやってもらうって、具体的にはどんな場面なんでしょうか？公式の説明では、例えばカスタマーサポート担当がデザインの文言を考えたり、人事担当がマーケティングの文章を作ったりする例が挙がっています。特にマーケティング関連の作業は、他の職種からの依頼に最も多く登場する仕事だったとしています。まだ分かっていないのは、この調査がアメリカの企業向けチャット GPT 利用者に限られている点です。個人利用や日本を含む他の国での傾向は、この発表には含まれていません。続いて、まだ公式発表になっていない話です。AI 関連の情報を追う専門メディアテスティングカタログによると、マイクロソフトが社内で試している新しい音声 AI、MAI、リアルタイムの存在が明らかになりました。テスティングカタログが非公開のテスト環境の中に隠れていたのを見つけたとしています。双方向で会話でき、検索などの機能も呼び出せるということです。マイクロソフトからの公式な発表は、この記事の時点ではありません。双方向で会話できるって、今の AI 音声と何が違うんですか？テスティングカタログの説明では、これまでの AI 音声の多くは、相手が話し終えるのを待ってから答える仕組みでした。双方向というのは、話しながら同時に聞く仕組みで、
割り込みにも自然に対応できるとしています。一部の提携先だけが試せる段階で、対応する言語には日本語も含まれているとのことです。まだ分かっていないのは、いつ、どんな形で一般に公開されるかです。マイクロソフトからの正式なコメントは、この記事の時点で得られていません。最後は広告の話です。広告専門メディアサーチエンジンランドによると、チャット GPT の広告管理画面に新しい種類の広告枠が見つかりました。押すとウェブサイトへ移動する従来の広告と違い、その企業専用の AI エージェントとの会話が始まる仕組みだとしています。オープン AI からの公式なコメントは、この記事の時点ではありません。広告なのに会話が始まるって、押した瞬間に何が起きるんですか？指摘された仕組みでは、まず広告主のウェブサイトをチャット GPT 側が読み込んで、その企業についての情報を用意します。次に広告主が専用の AI エージェントに応答内容や取り扱う商品情報を設定します。広告が押されると、ウェブサイトの代わりに、その AI エージェントとの会話画面が開くということです。今のところ一部の広告主だけに表示されている段階で、まだ分かっていないのは、実際に一般の利用者の画面にどんな形で表示されるかです。今朝伝えた5本の話の出所を振り返ります。5本を通して、情報の出所は様々でした。アリババとオープン AI の調査は、会社自身が公式に発表した数字です。JF ロックの調査は、外部の第三者が誤りを見つけて訂正させた例でした。音声 AI と広告の話は、まだ各社からの公式発表がないまま、外から見つかった段階の話です。発表した本人の言葉なのか、外から見つかった話なのかを分けて聞くと、同じニュースでも受け取り方が変わりそうです。海外テックニュース、8月4日でした。ミントでした。